こう滲む、こういう力を利用して2回ぐらいこう絵の具を重ねてですね、奥よりもちょっと複雑な色具合にして。はい、こんにちは。ねえ、お元気ですか？元気？いや、よかったね。柴崎もね、あなたのおかげで今日も元気に絵描いてます。いつもね、柴崎の動画を見てくれて本当にありがとう。そして、心温まるね、コメント、また高評価、もうとっても感謝してます。もしよかったらね、チャンネル登録もちょっとしていただけるとね、もう、ちょっと言うことないんだけどね。さて、今回は、柴崎がね、独断で見て、お直しする添削コーナーです。はい。今回の作品はね、柴崎が主催するオンラインサロン、シバーツのメンバーの方の作品の中から選びますね。さあ、どんな作品がね、来るのか。それでは、早速行ってみましょう。さあ、それでは、早速見てみましょうね。どなたの、どんな作品かな？楽しみだね。はい。これだね。きなこさん。たたら沼って書いてありますね。どこだろう？群馬県なんだ。何もない遊水地。周囲には広い空が広がっていました。近くに群馬県立館林美術館があります。というわけだね。遊水地なんだ。ね。普段は、なんていうのかな。こう、よしとかね、足がこう茂ってるんだけども、いざ洪水となった時にね、こう水を溜めて、水の氾濫を防ぐというね、そういうふうな機能の池ですよね。で、こういう場所だ。いや、水が満々と叩いたらね、素敵ですね。そして、季節はこれ冬かな。空もよく晴れていて、葉っぱを落とした樹木が見えますね。で、その樹木や水面をどう描いたか。もう一回見てみようね。これか。水面が随分こう、キラキラ光ってるよね。こういうところは表現どれた方がいいかな。そうだね。まずここら辺のね、水面のキラキラ感ですね。もうちょっとこっちまでやっていいかな。このくらいね。このくらい水面のキラキラ感を、ちょっとあったらね。今ここに日差しがこう書いてあるんだけど、これをこれほど書かなくてもですね、もうここのキラキラを書くだけで日差しが見えるというわけなんですね。だから結構こうポイントかと思います。で、それを活かしながらね、あとシルエットになっている樹木を描くということなんですけども、とてもよく描いてるんだよね。よく描いてるんだけど、やっぱりこういうところのこの樹木の、細い枝とかですね、木の表現、円形のね、表現もそうなんですけども、そういうものをですね、これ結構シルエット的にこう見えてますので、そういうところをどう表現するかっていうね、それだけで、随分良くなると思います。この空ね、絵の具をたっぷり生かして描いたのはもう、これは大変いいんですよ。いいから、そういう水の効果をもっと生かした円形の樹木の表現と、それから手前の、別の表現ですね。樹木。ここら辺ですね。柴崎なりにやってみたいと思います。それでは、やってみましょうね。まず、マスキングでですね、テープで貼って周りをきれいに仕上げてみましょうか。この辺でいいかな。よいしょ。はい。あなたはマスキングテープを使ったことがありますか？このくらいかな。周りがこうきれいに仕上がるんですよね。
この辺にしようかな。よいしょ。ただマスキングテープあまりギュッ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 とこう押さえない方がいいですね。剥がすときせっかく描いた絵がこうね、ビリビリっといってしまうといけないんですね。その点少し注意が必要です。よいしょ。いいかな。はい。それじゃあ形描きましょう。なかなかいい場所ですよね。はい、こう水面があって、もうここにこう円形があって、このとこに何かな、これは桟橋みたいな釣る場所なんかこんなんなって、ここに木が生えてるんだよね。こうやって生えて、ここにも生えて、こう生えて、ここにこれちょっと立ち落としてもいいかなと思うんだよね。こう画面でですね。こんな風になっているということですよね。で、こっちここに行く道があって、ここはちょっと光って、まあなんかシルエットになってるというわけですね。だからこの辺のこうキラキラ感をですね、まず大事に描いてみようかなと思うんですね。はい。そこをですね、最初に描いてみようかな。色はセロリアンブルー、プルシャンベみたいのかな。たっぷり筆につけてきまして、筆をですね、こうやって少し寝かしまして、筆のこの腹のあたりでですね、ここでこう描くつもりです。はい。まあちょっとこっちの方に試してみた方がいいですね。こんな感じですね。ですのですとやって、こちらからですね、こうやってきまして、この辺がちょっとこう残る感じです。これね、もっともっとと思ってやってるとですね、気が付くとなくなっちゃうんですよね。なので、気をつけてですね、こんな感じかなと思います。こっちもこれいらないかな。ちょっと取りましょうか。少し取ってですね。はい。で、ドライブラシにしましたら、手前の方はそのまま塗ってしまいます。こうだよね。こうなっていて、こうで、ここもちょっとドライにしとこうかな。このくらいかな。はい。よっと。何か色が混ざってますね。こんな色？こうかしら。それから何かハンバーのような色も混ざっているかな。水面ですね。こんな色も持ってる。こうかな。よいしょ。はい。また後でやってもいいですね。で、水面のキラキラ感をですね、ちょっと描くというふうにします。そしたら一回乾かしましょうかね。で、空ですね。空はこんな風な色かな。まずたっぷり塗りまして、ちょっと黄花っぽいのも入ってるんですね。
こうも入ってんだ。こうか。左右で少しこう色変えてもいいかな。どうでしょうね。こう一人こう混ざるのをこう期待してですね、あんまりいじらないように。そして空がセルリアンプルシャンブじゃなくてコバルトいけないコバルトブルーの混色あたりかな。パッパッパッパってきまして、この辺が光ってるんですかね。じゃあちょっと残すようにして、でそのままの勢いでこうやってですね、下へ下へと下ろしてきまして、でこう混ざるのを待ってるというわけですね。この辺は何かこうしたいのかな。光を作りたいのかな。でも非常にこう努力しててね、素晴らしいですよね。こんなことでいいかな。ちょっと黄花なんか巻いてるんですか、少しですね。はい。もう少し空の上の方。少し暗くかな。こういう具合かな。こうかもですね。こうやってですね、にじみきれないときはですね、こう霧をかけてあげます。こうですね、こう水を足すと、こういう感じするとですね、わーっとこう広がってきますので、これ筆でこうあんまりいじってしまうとですね、いけないんですよね。で、ここでですね、こう画面を持ち替えて、こうやって見えるかな。こう画面なんて言いますか、水と絵の具がですね、非常にこう流れる力を利用してここで混ぜてしまいます。はい。人間の手を添えるのは本当に少しですね。でこうやって大体いいかなと思うところでやめるんですけども、これなんか光ってる。よいしょ。このくらいで大体混ざったと。こう溜まったところはですね、こう軽く取る具合です。でしばらくほっとくとね、またこれだんだん絵の具がこう寄ってきてですね、少しずつこう見えなくなってきますので、そんなことですね。でここでこう、まだ濡れてると思いますので、ここで円形を描いちゃいます。水彩画ってこう本当に水とのタイミングなんだよね。バンタンバーとプロシャンブルーをこうやってですね、こうにじむ、こういう力を利用して結構濃いめに溶いたのですね。でこう円形のこういう表現をするというわけです。はい。これ少しこう誇張してですね、こうやってたくさん置いて思い切りよくこうにじましてもいいんですよね。でこう木のシルエットを作るというようなことですね。でそれを徐々に薄くしながらこっちに持っていって円形の状況を作るというわけですね。こんなことかなと思います。はい。この水際、ここは大事ですので、ここはきれいに決めましょうかね。こんな感じかな。これね、こう光ってますよっていうところですよね。はい。で
良ければ乾かしてしまいます。もうこれができちゃうともうだいたい仕事が終わったみたいな感じなんですけどですね。今度はイエローグレーとこんな色かな、ここら辺ですよね。ここら辺なんかこうなってこうかな。でこっちこんな風になってて、でここに水が少し光って見えるんですね。こうなっているのかな。でなんかこう切ってこう、なんかこれにこうなんでしょうね。こうなっていっていいのかな。はい。そしたら何かそんな色をですね。こう少し加えて、なんかいろいろありそうですね。こうやってこっちなんかもうちょっと暗い何があってのかな。でここ斜面ですね、多分ね。ここは斜面なんだ。こうやって、こうなってる。こういうのでですね、何かこれになんかいろいろありそうですので、そういう質感とかですね、なんか少しやっていてもいいかもですね。こうやってですね、ちょっとこう一流回していくと、なんか少しずつなんか質感が出てきますよね。あとは格別何もなさそうですね。それでこんな系統の色でここに何かこうポコポコポコこうなってるか。こうなってこうですかね。ちょっと分かんないけども、多分こんなことですかね。随分こうですね、暗いシルエット、こっちにこういうものがあって、なんかちょっと柴崎勝手に想像で書きますね、分かんないので。でそれがちょっとこうなってるかも分かんない。なんかちょっとこれねいっぱいある。でもこれね、こうドライブラシの感じをですね、こう残すようにしてですね、こうかな。なんかこの辺あれですね、こうちょっとこう書き込みが足らないみたいですから、やっぱり大事なところだと思うんですよね。この辺こう見せ場所ですので、
ちょっとこう、もうですね、無理してでも書き込んだ方が良かったかなと思います。ですね、こういうところの美しさですね。はい。で、なんかこう、せっかくこう、ね、写真を見ながら書いてんですから、そういうこう、面白いとこいいとこですね。で、こうやって汚してからこれをこうやってですね、こうやっては指でこうやって下絵の具を引っ張ってですね、こういうことでしょうか。こうするとね、資料写真にですね、雰囲気が似てくるんじゃないでしょうかね。こういう具合です。で、あまり光ったところは少なめですね。少なめにして、こういうことかな。で、こっちに、なんかこういうところを少し書き込んで、細かい話なんですけど、こういうところですね、なんかこう、ちょっとやってみるとかですね、なんかされると、楽しいかもわかりません。はい。で、同じことなんですけど、なんか、なんだろう、こうなって、またここにあるんですね。ここかな。暗くですね。手前ですので少しこう2回ぐらいこう絵の具重ねてですね、奥よりもちょっと複雑な色具合にして、でこう写ってる、こういうの少しこうまめにやった方がいいかもね、こういうとこね。こうやって写しまして、こういうとこかなね。これがキラキラですね。はい。で、もうこのこの調子でみんなやっちゃうんですけども、ここに木が立ってますもんね。で、その木がですね、向こうの景色が透けて見えるんですよね。ですので、そこを大事にですね、こうやって筆を割りまして、これ一回勝負なんですけどね、例えばこんな風にやってですね、こう長い短いとかね、こう密度にちょっと変化をつけてですね、ちょっとこうやってみる。それからここもですね、大きくあるんですもんね。色をちょっと変えてですね、この辺ですよね。ここら辺にある。こんな感じかな。で、こう重ねたりしてですね。こうでしょうか。で、ここにもある。ここはこれが暗くなっていって、ここからこうぐちゃぐちゃっとこうなってんだね。その
く見るとみんな少しずつ色も違うし、なんかシルエットも違うんだよね。だからそこをこうやっぱりかき分けてみるっていう方がいいかなと思いますけどね。こうかな。こんなんでね。でもとても楽しいとこですよね。絵を描くね。はい。実際はどうなってるんだろうみたいなね。こうなんか探求していく楽しい部分ですね。なんかこうなってこうやって水の一部がちょっとこういうとこ顔を覗かせたりしながら、ここはなんかあるんですね。こんなことやって。こんな具合かな。はい。そうしましたら、ですね、少し細い筆を用意しまして、こう木のですね、幹のですね、これはここが出てんのか、ここから出てるんですね。ここら辺からこうなってるんですね。でそれのこう枝の具合をですね、こう少しこう資料を見てですね、書くということですね。先ほども言ったようにこうせっかく素敵な資料がありますので、やっぱりね、こう自然から学び取るような気持ちでですね、書かれたらどうでしょうね。これもこうなってこうなってこうなってかもわかんない。これもあってこうなってんだね。いいかな。こうだよね。やっぱりこの植物、木の枝ぶりっていうかですね、そういうのってやっぱりこう典型的なパターンってあると思うんですけども、ただそれだけに頼ってですね、もう多分木の枝はこうなんだろうっていうふうにこう思ってしまうと、もうちょっとそれ以上ですね、こう進展がないので、やっぱりこうとにかく今回のような場合ですね、やっぱりこの対象をですね、もう一度こう見直してみるというか見つめ直すっていうかですね、そういう姿勢っていうのはすごく大事かと思うんですよね。やっぱり常にこう自然の中からこう学んでみるっていうかですね、そういう姿勢、もちろんそっくり写したらいいというわけじゃないんですけども、でもやっぱりですね、いつもこう新しいものをこう仕入れていかないとですね、気が付いた時はいつも同じ表現だけやってるってことですね、こうなりがちですので、
そこかなと思います。で、このくらいですね。これのパターンの美しさだよね。この水面がこれがキラキラっと光って見えるその素敵さ、そこが今回一番のこれ命かと思うんですね。はい。このくらいかな。よいしょ。ですね。じゃあちょっと剥がしてみましょうね。どうかな。剥がれない。よいしょ。マスキングしたからちょっと剥がすとき綺麗ですね。はい、こんな感じですね。そうだな。僕も書いてるんだね。こうやって。雲。ね、もちろん雲よくできてますし。あんまりうるさくならない程度に少しやったらいいですね。ということで、ですね、水面のキラキラ感ですね。そこをもうちょっと大切にですね、やってみたり、から木の枝ぶりとかですね、そこはやっぱり資料を見てみるというようなお話ですね。実際の枝ぶりを大切にしてみるとですね。ここは光った水面ですね。あともう大変いいですよね。ここら辺伸び伸びできているんですね。すごく良かったと思いますし。はい、以上です。はい。ねえ、こんな具合になりましたよ。どうだったかな？ねえ、水辺のね、風景でしたね。素敵でしたね。柴崎なりにね、ちょっとポイントをね、指摘してみたんですけどね。楽しんでいただけたり、また参考にしていただけたら、柴崎もとっても嬉しいです。さて、お知らせなんですけども、まずこれですね。はい。ね、グラフィック社さんから出てる透明水彩風景画を描こうというのの新装版ですね。おかげさまでね、これ増刷3版目となりました。ありがとう。でもまだ見てないというあなたはね、この動画のね、概要欄からちょっと覗いてみてください。もう一つね、柴崎は
月に1回、アートクレヨンの教室を開いてます。東京ですね。受講したいっていうあなたはね、もちろん申し込まなきゃいけないんだけども、一応人数制限があるんですよ。だから、できたら早めにですね、この動画の概要欄から見てお申し込みください。最後にね、オンライン水彩画講座のお知らせをします。YouTube 動画ではね、ちょっとお伝えしきれないね、実践的な絵の描き方をライブ形式でね、柴崎がデモをしながらわかりやすくね、お伝えするというものです。参加するあなたはね、画面の向こう側で柴崎とね、一緒にお絵かきしましょう。質問やね、お悩みはね、その場で、ご質問を受けてね、柴崎がお答えします。また、見逃し配信もあるからね、後から繰り返しね、視聴できるところもポイントですよ。さあ、どうですか？ぜひ参加してみてください。これもね、この動画の概要欄からね、見てお申し込みくださいね。待ってます。さあ、ということで、今回は柴崎が添削動画ね、やってみました。毎日暑いですね。どうぞお体に気をつけてね、お過ごしください。そしてまたすぐにお会いしましょうね。はい、どうもありがとう。またすぐにお会いしましょう。はい、柴崎でした。